その岩が動いた。地鳴りのような低いうなりとともに封じられたはずの天の岩戸が開いた瞬間、青い光が富士の闇を裂いた。私はその場にいた。富士山の西、静かな高原に息づく奇跡の中心で、かつて科学者だった一人の男、吉田筧。彼は富士山に右と名を変え、神話と現実の境界を越えた番人となった。天の岩戸、青い竜、そして地球の心臓としての富士山。それは単なる伝説ではない。彼が残した記録には、確かに地球の再起動を告げる鼓動が刻まれていた。世界は揺らぎ、再び富士がざわめき始めている。天変地異は終末の予兆ではなく、目覚めの合図。この物語は、失われた神々の記憶を呼び覚ます旅。そして、あなた自身の内なる岩戸を開く物語でもある。チャンネル登録と高評価をお願いします。天の岩戸と竜が舞い降りた洞窟。富士山の西側にある西富士オートキャンプ場。そこは一見、自然豊かなキャンプ地に過ぎない。しかし、その場所には、ただの観光施設とは異なる何かが眠っていた。すべての発端は、元研究者でありながら突如キャンプ場のオーナーとなった人物、通称富士山に二木さんとの出会いだった。彼の本名は、吉田筧さん。慶應義塾大学の工学部を卒業後、日本の大手メーカーにて研究職に就いていた才人だ。しかし彼は突如、研究の道を捨て、富士の地に引きこもるかのようにキャンプ場を買い取り、自らの手で運営を始めた。奇妙な転身の裏には、彼なりの確信があったのだ。やがて吉田さんは、キャンプ場の敷地内で奇妙な洞窟を発見する。その洞窟は、地元の言い伝えで天の岩戸とも呼ばれ、神話の舞台とも重なる場所だった。多くの人々が見過ごしてきたその岩場には、武田信玄の隠し財宝が眠るという都市伝説もあり、彼はそのロマンに取りつかれていく。2004年、テレビ局の取材陣と共にその洞窟へと潜入した吉田さん。途中で行き止まりにぶつかるが、鉄パイプで封鎖されていた巨大な岩を叩くと、なんと岩が動き出したというのだ。ゴロゴロと鈍い音を立てながら崩れ落ちていく岩。その瞬間、撮影スタッフもその目で異変を目撃している。だが、衝撃はそれだけにとどまらなかった。岩の解放と同時に、吉田さんの頭上に突如として青い竜が現れたという。彼の体にすっと入り込むように吸い込まれていったその竜は、単なる幻覚ではなく、彼の意識と存在そのものを変化させるきっかけとなった。それ以降、吉田さんは富士山に義を名乗り、自らを天の岩戸の番人として語るようになる。以前のような穏やかなキャンプ場の管理人ではなく、まるで何かに憑依されたかのように神秘的な発言を繰り返し始めたのだ。まるで肉体に別の意識が宿るウォークイン現象のようだった。彼は語った。この天の岩戸は、地球の子宮であり、新たな時代への扉だ。ここを軽々しく開いてはならないと。そして、富士の地下には神殿が存在し、そこには文明を再起動させるためのプログラムが格納されているとも。当時、その洞窟に出入りしていたのは限られた者たちのみ。彼らは皆、何かしらの霊的な変容を体験したと証言している。ある者は夢に竜が現れ、ある者は体調や思考が激変し、自分の使命に気づいたという者もいた。この洞窟の存在は現在、一般には非公開となっている。しかし、今も富士山の奥深くには、誰も知らない次元の入り口が静かに口を閉ざしている。ニニギさんは亡くなったが、彼の残した言葉や記録は、今なお一部の研究者やスピリチュアル探求者たちの間で語り継がれている。果たして、彼が体験した青い竜との融合は実在だったのか、それとも深層心理が生み出した幻だったのか。だが、一つ確かなのは、あの岩が動いた瞬間、彼の人生が変わったということ。そして、その変化が多くの人々に影響を与え始めたという事実である。予言された地震と天の岩の警告。東日本大震災、2011年3月11日。あの日、日本は未曾有の天災に見舞われた。だが、驚くべきことに、その大地震を予知していた人物がいたとしたら、あなたは信じるだろうか。しかもそれが、あの富士山の麓に住んでいた吉田筧氏、つまり富士山に二木さんだったというのだ。当時、SNS は今のような X やインスタグラムではなく、ミクシーが主流だった時代、ニニギさんはそのミクシーで頻繁に日記やつぶやきを投稿していた。地震発生のわずか数時間前、彼は宮城方面の方は、すぐにでも避難を、今から大きな地震が起こりますと警告を発していたのである。実際に、彼の投稿履歴は今も一部に残されており、当時の記録を知る人々の証言とも一致する。この予言は偶然だったのか、それとも本当に何らかの力を使って予知していたのか、単なるスピリチュアルな直感の範囲を超えていたと多くの人が語っている。だが、
この予言は氷山の一角に過ぎなかった。彼の真の関心は天の岩と呼ばれる洞窟と、それが地球全体に与える影響にあった。彼の話によれば、富士山の地下に存在する岩や洞窟は地球のエネルギーの鍵を握るスイッチであり、そこに触れることで地震や天変地異の引き金になり得るというのだ。実際に 3.11 の約半年前にも天の岩周辺で不思議な現象が複数発生していた。岩の周囲に突如として発光現象が見られたり、内部から奇妙な音が響いたという報告もある。彼はその兆候を読み取り、間もなく地の怒りが解き放たれると確信したのだろう。こうした出来事から彼は天の岩に宿るプログラムが起動しつつあると解釈した。岩を守る番人として彼は人々に繰り返し警告を発し続けていた。この岩が動くとき、それは地球が生まれ変わる時であると。ニニギさんの予言的能力は決して一過性のものではなかった。彼の周囲には未来を夢に見るようになったものや、突然インスピレーションに目覚めたものも現れ始めたという。まるで彼の周囲には開かれた次元が形成され、意識を揺さぶる何かが作用していたようだった。そして彼はこう語っていた。これはただの地震ではない。地球が古い自分を脱ぎ捨てて、新しい自分に生まれ変わるための儀式であると。その言葉は、ただのスピリチュアルな私的表現にとどまらず、彼自身の人生の全てをかけた覚悟のようにも聞こえた。3.11 の予言が的中したことで、彼の存在は一部のスピリチュアル界隈や都市伝説マニアの間で一気に広まり、彼の発言の裏に真実があるのではと注目が集まった。しかし、彼は決して注目されることを望んでいなかった。むしろ今こそ、自分たち一人一人が目覚めなければならないと、人々に内なる声に耳を傾けるよう促していたのだ。彼の警告は、未来を恐れさせるためではなく、正しく備えること、魂を整えること、地球と再接続することの重要性を伝えるためだった。現在、彼の言葉を記録に残しているものは少なくない。彼のメッセージは、予言という枠を超え、未来へのナビゲーションとなる地図のように静かに息づいている。富士山にニギが残した岩との封印と使命。富士山のふもと、西富士の静かなキャンプ場。その一角に、今は誰も入ることができない天の岩戸が眠っている。そこは単なる洞窟ではない。富士山にニギこと切った賭け石が番人として人生をかけて守ってきた、地球の霊的中枢ともいえる場所だった。もともと、ニニギさんは科学者としての冷静な知性と、スピリチュアルな直感を併せ持つ稀有な存在だった。慶應義塾大学工学部を卒業し、大手メーカーで研究員として勤めた後、突如としてそのキャリアを捨て、富士山の西側にある土地に、聞かれるように移住した。誰もがその行動に疑問を抱いたが、彼自身には呼ばれたという確信があった。その地に建てたキャンプ場は、表向きには自然に囲まれた休息の場。しかし実際には、富士山の地下に広がる古代神殿への入り口がその奥深くに存在していた。やがて彼はその入り口を天の岩戸と名付け、誰よりも強くその岩の奥に眠る使命と向き合い始めた。天の岩戸は、ただの神話の舞台ではなかった。ニニギさんによれば、その奥には地球の再起動装置が隠されており、人類が迎えるべき新しい地球への移行タイミングに応じて、その装置が作動するよう仕組まれているのだという。そしてその起動条件となるのが、大規模な地震や天変地、つまり岩が動くときとは、世界が大きく変わるときなのだ。富士山は単なる山ではなく、巨大なピラミッド構造を持つエネルギー発信装置であり、その心臓部にあたるのがこの天の岩戸。ニニギさんは、古代より代々受け継がれてきた番人という立場に自らが選ばれたことを直感的に理解し、以来、10年以上にわたってこの場所を守り続けていた。彼の語る封印の話には、武田信玄の隠し財宝や南朝の秘宝、そしてムー大陸の記憶までもが絡み合っている。すべての歴史が富士の地下でつながっており、それを知る者たちは決して表に出ようとしない。ただ静かにその時を待っているという。ある日、テレビ局が取材のために天の岩戸を訪れた際、ニニギさんはもう間もなくこの封印が動き始めると語ったという。そしてその言葉通り、撮影中に岩が突如として音を立てて動き出し、中から強烈な風とともに青い竜が現れたと証言されている。竜はそのままニニギさんの身体へと吸い込まれるように入り、彼はその日から全く別人のような雰囲気をまとい始めた。それからというもの、彼はチャネリング能力を開花させ、自分は神の御子であり、岩戸の番人であると名乗るようになった。かつて科学者だった彼が語るにはあまりにも突飛な話だったが、その話には一貫した論理と、ある種の信憑性があった。彼の言葉には、聞く者の意識を揺さぶる何かが宿っていたのだ。ニニギさんは繰り返し語った。この岩戸が動くとき、日本は中心となり、地球全体が新たな次元へと進化する。だがそれには、岩戸の封印を解く者たちの覚悟と調和が必要なのだと。彼の語る封印とは、物理的なものだけでなく、
人間の意識そのものにかけられた封印でもあった。人は生まれる前に全てを知っていたはずなのに、社会や常識の中でその記憶を忘れてしまう。岩戸とは、私たち自身の内側にも存在する霊的な扉だったのだ。そして、その扉が開かれるとき、私たちは、ようやく真実の地球と出会うことになる。ニニギさんは、そう信じていた。富士王朝と封印された古代文明の記録。富士山ニニギさんが語っていたもう一つの確信、それが富士王朝の存在だった。富士王朝とは、太古の昔、まだ日本という国が形を成していなかった頃に、富士の高原を中心として栄えていたと言われる超古代文明のことだ。学術的には確認されていないが、古文書や口づてに散見される富士高原、高間ヶ原と呼ばれる地名が、その存在を示唆している。ニニギさんは語った。ここ、朝霧高原一帯は、縄文よりも古い神々の都であり、人と竜が共に暮らしていた。その言葉を裏付けるように、現地には奇妙な岩石群や人工的に削られたような遺構が点在している。それらを彼は神殿跡と呼び、かつて竜人族と人類のハイブリッドがこの地を守護していたと説明した。彼にとって、富士山はただの火山ではなく、地球を動かす生命装置そのものだった。その思想の根底には、宮下文書と呼ばれる伝承文書の存在がある。宮下文書には、富士山を中心とした神々の統治、天孫降臨以前の王朝の記録、そして富士を拠点に世界と交信していた神官の系譜が記されているという。学会では偽書とされているが、ニニギさんはこれを封印された聖史だと考えていた。彼は富士王朝の流れをこう説明している。太古、日本は富士を中心に神々が治める王国であった。やがて大陸からの侵入者が九州へと渡り、戦が起こった。その時、富士から下ったのがニニギの命であり、彼の血統が天皇家の原点となった。つまり、日本神話の舞台そのものが富士山周辺にあり、天照大神の岩戸隠れもこの地で起こったというのだ。富士王朝の末期、火の神家具土神が暴れ、富士が噴火した時、王国は溶岩に飲み込まれ消滅した。その際、王たちは地中に神殿を築き、再び地上が整う時代が来るまで眠ることを選んだ。これが、富士山地下に眠る岩戸神殿の起源だとニニギさんは説く。彼はまた、富士王朝が持っていた秘宝の一つに三種の神器の原型があるとも語っていた。八田の鏡は富士山頂の鏡岩を象徴し、草薙の剣は富士の溶岩流から鍛えられ、勾玉は地中のラジウム鉱石から生まれたエネルギーの結晶であるという。この説は一見荒唐無稽に聞こえるが、富士山周辺で発見されるラジウム含有鉱石や特殊波動の観測結果など、興味深い一致も存在する。ニニギさんは、こうした秘宝を守る万人の系譜が途絶えて久しいと憂いていた。そして、自分こそがその系譜を受け継ぎ、再び岩戸を開く使命を帯びたものだと悟ったのだ。彼の語る封印は、単なる神話的比喩ではなく、実際に物理的にも精神的にも存在していると考えていた。岩戸は日本列島の意識を封じる象徴であり、その封印が解かれるとき、日本と世界の真の歴史が明らかになるという。また、彼はこうも語っていた。南朝の秘宝、武田信玄の財宝、ムー大陸の遺産、宮下文書。これらはすべて一つの源につながっている。それが富士王朝であり、地球の再生を担う装置なのだ。彼の理論は壮大でありながら、ある種の整合性を持っていた。科学と神話を融合し、富士山を惑星の心臓として捉えるその視点は、多くの研究者や思想家にも影響を与えた。だが、同時にその内容はあまりに危険視され、彼の活動は徐々に世間から閉ざされていった。それでも、彼は語ることをやめなかった。封印が解けるとき、富士は再び吹く。だが、それは破壊ではなく再生の合図だ。彼にとって噴火や地震は、恐怖ではなく地球の呼吸だったのだ。富士阿蘇山大神宮と世界を動かす王族ネットワーク。富士山にニギコと切った筧氏が深く関心を寄せていた場所の一つが、富士阿蘇山大神宮である。この神社の存在は一般にはあまり知られていないが、実は、この場所には歴史を根幹から揺るがす重大な秘密が隠されているとも言われている。そこには、天皇家の存在が深く関係している。以前なら陰謀論や妄想で片付けられたかもしれないが、天皇家が世界の頂点に君臨する理由、その裏側には、現在の政治や宗教、そして王族のネットワークと密接につながる、極めて重層的な構造が存在している。その実態は、日本の裏歴史と呼ばれる、南朝の血脈や富士王朝の残滓、さらにはバチカン、欧州王室、イスラエルともつながるグローバルな王族ネットワークの交点とも言われている。ニニギ氏はその事実を知りながらも、決してその中心に加担することなく、あくまで距離を保ち、観察者としての立場を貫いていた。彼は語る。この場所には、世界の真実を握る者たちも恐れる真実が眠っている。日本の政治家、現役閣僚、
皇室関係者、そして各国の大使館員、神社本庁に属さない独立系の神社で、これだけの権力者が脅威と感じる場所は他に存在しない。それは単なる宗教施設ではなかった。神社という形をとりながら、実態は霊的歴史的中枢であり、ある意味でこの世界の裏マップともいえる存在だった。実際、ここには南朝の末裔を自認する人物が関わっており、その家系は現在も鎌倉に本家を構える小野家に連なっていると言われる。その当主や、裏天皇と呼ばれる存在までもがこの地を訪れていたという記録がある。ニニギ氏はこうした情報をただ暴露するのではなく、なぜこの場所が重要なのか、なぜ世界の王族たちがこの地を恐れるのか、という問いを投げかける役割に徹していた。彼によれば、世界各地の王族たちは、富士山を地球の霊的中枢として捉えており、特にこの富士阿蘇山大神宮周辺はアクセスポイントになっているという。つまり、肉体を持った王たちが霊的に再接続されるための、いわば霊的回線の中継地点。現代の日本人が忘れかけた、本来の使命を思い出し、再び世界に影響を与えていく。そんな場だというのだ。ここではもう一つ注目すべき視点がある。ニニギ氏は、聖書と日本神話を照合していく中で、世界の根本的な誤解にたどり着いていた。それが、本当のイスラエルの民は東に向かったという事実だ。聖書には、北イスラエル従氏族と南ユダ王国の2つのユダヤ人が登場する。歴史的に残ったのは南ユダの血筋だけで、北の従氏族は消えたとされている。しかし、ニニギ氏はそれが東、すなわち日本列島に流れ着いていたと考えたのだ。それが、現在の日本の天皇家。だが、その天皇家以前に日本を統治していた王朝が、まさにこの富士阿蘇山大神宮であり、その封印が富士山麓に眠っている。それが彼の確信であった。この神社は、頼朝の時代から何度も再建を試みたが、それを阻止したい人物たちから阻まれ、再建が叶わなかったという。こうした話を表で語る者は少ない。むしろこの神社に深く関わりすぎると、不可解な事故や病気が起きるという噂もあり、かつてニニギ氏自身も関わりすぎれば命を狙われると警告を受けていた。だが、それでも彼は語った。ここには、日本の真実が眠っている。いや、世界の真実と言ってもいい。いつかこの地の封印が解けるとき、日本は再び世界の中心になる。彼が生涯を通じて発信し続けた警告と希望は、信じる者たちの間で今も静かに生き続けている。富士阿蘇山大神宮に隠された真の富士の秘密。富士阿蘇山大神宮。その名に込められた富士とは、すなわち二つにあらずという意味であり、天地、神神、陰陽が統合された、究極の調和を象徴する言葉だ。日本各地に数多くの神社が存在する中で、この神宮ほど世界的な関心を集めている場所は他にない。それは単なる宗教施設ではなく、古代より封印されてきた富士の神格そのものを祀る場所だからだ。吉田筧、すなわち富士山にニギ氏は、この神宮を富士王朝の中枢だと語った。彼によれば、富士阿蘇山大神宮の創建は表向き近代のものとされているが、その基盤は太古の富士王朝時代にまで遡るという。つまり、この地は再建された霊的中継点であり、現代における封印解除の儀式のために選ばれた最短の地であったのだ。彼は言った。この神宮は富士山そのものの分身であり、神が再び地上に権限するための器だ。その言葉通り、この場所には富士山の霊脈が直接流れ込むと言われている。実際、神宮の配置は富士の地形とシンクロしており、本殿の中心は富士山の心臓に相当する方角に据えられている。まるで地球と呼応するように設計されたこの構造には、単なる建築を超えた意図があるとしか思えない。富士阿蘇山大神宮の内部には、一般公開されていない祭壇が存在すると言われる。そこでは天地統合の儀が行われ、富士王朝の系譜に連なる者たちだけが立ち入ることを許されてきた。儀式では、富士山の波動を呼び起こす音霊とともに、封印されていた神のコードが読み解かれるという。吉高氏はかつてこの儀式に立ち会い、強烈なエネルギーの本流に体を震わせたと語っている。もし、封印が解かれ、天地統合の日が訪れるとしたら、天皇家、南朝の末裔、さらには欧州や中東の貴族まで、表の歴史では交わるはずのない王族同士が、富士の神前で統合される。それがこの神宮の持つ世界的役割である。吉高氏はこの現象をこう説明している。ここには、神話、宗教、王権のすべてを結ぶ、霊的中枢ネットワークが存在する。バチカンも、エルサレムも、ストーンヘンジも、実は同じ線でつながっている。その中心にあるのが富士であり、富士阿蘇山大神宮だ。この理論は荒唐無稽に聞こえるかもしれない。しかし、神宮を訪れた多くの人が異常な共鳴を体験している。ある人は胸の奥が震え、まるで宇宙に引き上げられるような感覚を覚えたと語り、ある霊的指導者は、
この場所は富士山の霊魂が分霊された聖地だと断言した。科学では説明できないが、確かに何かが動いている場所である。吉高氏がこの地に慎重であった理由も、まさにその力の大きさにあった。彼は、ここに深入りすれば命を落とすと警告を受けていた。それは比喩ではなく、過去にこの神宮の奥を探ろうとした複数の関係者が、不可解な事故や病に見舞われたという報告があるためだ。彼自身も一時期、強い干渉を受けていた時期がある。だが、彼はこう語った。今はもう恐れる時ではない。封印はすでに動き始めている。人類が古き記憶を思い出す時が来た。富士阿蘇山大神宮とは、地上の神社というよりも、富士山の魂の代弁者である。そこに流れるのは宗教ではなく記憶。そして宇宙の意志、吉田筧という人物は、それを伝えるために選ばれたメッセンジャーだったのかもしれない。地球の子宮と岩戸の目覚め、南海トラフと富士の因果、吉田筧。すなわち富士山ににぎしが生涯をかけて語り続けていた、最も重要な警告の一つ。それは、富士の岩が動くとき、地球そのものが目覚めるというものだった。彼が番人として守り続けていた天の岩とは、単なる古代遺構や神話上の装飾ではない。むしろ、それは地球における子宮の象徴、つまり、新たな文明や地球意識の誕生を司るゲートであり、その開閉は地球規模の変化を引き起こす鍵だったというのだ。ニニギ氏はかねてより、次なる巨大災害として南海トラフ地震を予見していた。しかも、それは単なる災害ではなく、新しい時代の始まりを告げる合図であり、地球と人類が脱皮するための生みの苦しみであると語っていた。その兆候として注目すべきは、前回の南海トラフ大地震、1707年の宝永地震のわずか45日後に、富士山が大噴火を起こしたという歴史的事実だ。これを現代に当てはめると、次の南海トラフ地震の後、再び富士山が活動を始める可能性があるということになる。そして、それは偶然ではなく、岩戸のスイッチが入ることによる必然なのだと、ニニギ氏は言い切っていた。天の岩戸が動くということは、地震が発生するということ。つまり、物理的に見ればマグマの動き、地殻の裂け目、プレートの跳ね上がりという現象に見えるかもしれないが、彼にとっては全て地球意識の意思表明であり、人類に対する次のステージへの促しなのだった。彼はよくこう語っていた。地震や噴火は、ただの災害ではない。それは地球が言葉を持たないゆえに選ぶ唯一の会話の手段なんだよ。彼が観測していたのは、気象庁のデータや地質調査だけではなかった。岩戸の波動変化、富士の風音の乱れ、地下から響く振動音、洞窟内に集まる動物たちの動き、そして夢の中で見せられるビジョン。それらすべてが、彼にとっては地球の体温であり、帯同のようなものだった。3.11 が起きる半年ほど前、天の岩戸周辺では不可解な現象がいくつも起こっていた。岩がわずかに動いたり、突然洞窟の内部から風が吹き出す、ラジウム鉱石の反応が異常値を示すなど、それらの変化が重なる中で、彼はそろそろだと確信し、SNS 上で警告を発信し始めたのだった。そしてそれは的中した。だが彼にとって、3.11 は終わりではなかった。それは始まりだったのだ。彼は次に来る2段階目として、南海トラフと富士山噴火の連動を語っていた。そしてその時こそ、岩戸の本格的な回避が起こると、そこに込められている意味とは、霊的進化の扉が開くということに他ならない。彼はしばしば、富士山を神殿と呼んでいた。中は空洞であり、そこには精緻な構造物が存在するという。それは物質的な意味ではなく、あくまでエネルギー構造としての話だが、実際、彼が洞窟内で触れたとされるスイッチは、何らかの反応を持って彼に啓示を与えていた。そのスイッチが再び作動するのが、次の大地震、そして噴火のタイミングだという。では、その後に何が起きるのか。彼の語る未来像は、決して破滅的ではなかった。むしろそこには新しい地球への移行が待っているという。時間軸がずれ、古い価値観が崩壊し、人々が内なる声に従って動き出す社会。物質中心から意識中心へ、国家単位から地球共同体へ。そうした次の文明モデルが富士の岩戸から放たれるというのだ。そして、その起動の鍵を握るのが覚醒した人々。岩戸が物理的に開かれるのではなく、人々の内なる岩戸、意識の奥にある神聖の封印が解かれるとき、それは連動して動き始める。だからこそ、彼は生涯をかけてこの言葉を繰り返した。すべては、あなたの内にある。岩戸は外ではなく、あなたの心にあるんだ。それは予言でも啓示でもない。彼から私たちへの、静かな呼びかけだった。日本から始まる文明の再起動。富士が示す新世界の地図。富士山ににぎこと切った筧氏が残した最大のメッセージ。それは日本こそが新たな文明の起点になるという大胆な予言だった。だがそれは単なる国家主義的な幻想ではない。彼が語っていたのは地理的日本ではなく、
霊的日本の話であり、富士山を軸とした地球規模の意識シフトの物語だった。彼が生前に繰り返し使っていた言葉の一つに、地球の OS を書き換えるという表現がある。つまり、今の世界を動かしているシステム、お金、支配、争い、分断、物質変調、そうした古い OS は、もはや限界を迎えており、これからは共感や調和、直感や真実に基づいた、全く新しい意識文明へとアップデートされていく。その起動ボタンが、富士の岩戸だというのだ。この壮大な話の根底にあるのが、富士王朝と富士阿蘇山大神宮、そして宮下文書に記された神々の系譜だ。そこには、かつて日本が世界の中心として、霊的文明を築いていた時代の記録が残されており、その記憶が再び表に現れるタイミングが今であるとされている。彼の語る日本は、決して島国としての日本ではない。それは霊的なプラットフォームとしての日本。つまり、地球の集合意識が再起動するための母艦のような存在だった。それを支えていたのが、富士を守る者たち、すなわち、富士山周辺の地に点在する古代の遺構、神社、そして洞窟。彼はそれら全てがグリッドの一部であり、富士山を中心に配置された意識装置であると見ていた。例えば、青木ヶ原樹海は、単なる森ではなく情報を封じる領域であり、富士の内部の変化を守るためのエネルギーフィールドだという。さらに、朝霧高原や西富士キャンプ場、そして富士阿蘇山大神宮などの地点は、富士のチャクラともいえる場所であり、それぞれが異なる役割を持って、地球意識に作用しているという。彼の思想を聞いていた当時、多くの人はそんな話、信じられないと言った。だが、その後の地震、ウイルス、戦争、気候変動、社会システムの揺らぎを身につけ、もしかすると、あの時の話は伏線だったのではないか、と語る人が増えてきたのも事実である。さらに興味深いのは、富士山に根岸が言い残した次元のゲートという言葉だ。彼は、次に岩戸が開かれるとき、そこから出てくるのは新しいエネルギー、そして次の文明のコードであると語っていた。それは科学技術ではない、記憶と意識の波動であり、情報として人々に一斉にダウンロードされるという。それを受け取ることができるのは、目覚めている者たちだけ。つまり、恐れや依存に支配されず、自らの内側にある神性と向き合い、静かな気づきの中で生きる人々である。彼の発信していた内容は、あまりにもスケールが大きく、今の常識では到底計り知れない。だが、彼は決して盲信を煽ることはしなかった。これは信じる話ではない。思い出す話なんだと彼は繰り返していた。その言葉通り、彼が伝えたかったのは情報ではなく、魂の記憶だったのかもしれない。そして、彼が亡くなった今も、彼の言葉を覚えている人々は、富士の麓で静かに祈りを捧げている。岩戸は物理的に動かなくても、私たちの内側で確実に何かが動き始めている。その確信だけが、彼の語った全てを未来の真実に変えていくのだろう。封印が解かれるその時、私たちは何を見るのか。富士山ににぎこと切った掛石が、生涯をかけて伝え続けたメッセージは、決して一過性のスピリチュアルな興味や都市伝説に止まるものではなかった。むしろそれは、私たち一人一人が内側に持っている記憶を呼び覚ますための静かで強烈なスイッチだったのかもしれない。彼の残した数々の言葉、行動、そして奇跡のような出来事の数々は、現代における神話の再現とも言える。封印された古代文明の記憶、富士王朝という失われた王国の痕跡、富士阿蘇山大神宮に集う世界中の王族と神官たち、すべてが点であり、同時に線で結ばれている。そして今、私たちはその中心に立っている。これから世界はますます揺らいでいくだろう。天災、戦争、経済の崩壊、そして情報の混乱。だが、その混乱の奥底で、確実に何かが始まっている。それは、人類の深層意識が目覚めを選び始めたという証。天の岩戸が物理的に動くその瞬間が来るのか、それは誰にもわからない。だが、もっと大切なことは、私たち一人一人の岩戸がすでに開かれ始めているという事実だ。ニニギ氏は、未来の人類にこう語りかけていた。この時代に生まれたあなたは、偶然ではない。あなたは新しい文明の光を灯すもの。その光は、内側にすでにある。思い出すだけでいい。富士の麓に佇む天の岩戸。その前に立った時、私たちは気づくだろう。すべては遠い物語ではなく、私たち自身の物語だったのだと。そしてその真実の歴史を、これからの世界に向けて紡いでいくのは、他ならぬ私たちなのだと。最後に、今回の考察をさらに紐解く鍵となる、重要な予言を一つご紹介して締めようと思う。これは私の勝手な妄想ではなく、複数の霊能者や未来が見える人たちから聞いた言葉だ。令和は8年まで。
最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントもぜひお寄せください。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。